はい、のんびりマインクラフト番外編ということでね、10話まで来たので、パート10まで来たので、ここらで自己紹介がてらね、まとめの動画を作りたいなと思って今回作りました。またね、20とかでも何かできたらなと思ってるんですけど、まずはね、旅立ち編じゃないですけどね、パート10までは旅立ちみたいなもんなんで、初心者の人にもね、建物の作り方とかを一度ちゃんとお伝えしたいなと思って、今回は冒頭で頭から、作り方を紹介したいなと思います。基本このパート9まで、パート9はちょっとあれか、パート8まで作った建物って三角屋根なんですよね。なのでこの三角屋根の建物のね作り方をお伝えしたいなと思います。初期降りた時に木があればね、木の原木が64あれば、5×5 か、5×5 の家ぐらいは建てられるかなと思うので、原木をね、木材にして16本かな、4×4 の原木16本あれば、それなりの家が建つかなっていう感じですかね。なのでまずは原木を16本残して、あとは木材にして、あと階段ですね。屋根を三角屋根にするので階段を使います。なので階段を作ってますね。で、骨組みになる原木を4の高さで立てていきます。こんな感じですかね。で、あとは3マスおきにこう正方形に立てるだけですね。いや、何気にね、簡単なんですよ。で、豆腐になっちゃう、真四角の家になっちゃうね、ことがよくあるんですけど、そこに三角屋根つけるだけなので、こんな感じで骨組み作ってもらって、今度は壁ですね。壁は木材で作っていきます。で、正面ね、ドアを入れたいので、こんな感じで2マス開けて、後の壁はそうですね、窓を作りたければ1個開けていく感じですかね。でね、初動はガラスとかもなかなか手に入んないと思うんで、1マス開けて、後で柵でも入れましょうかね。はい、こんな感じですね。で、原木横に渡すかどうかは結構好みにもよるんでね、今回は原木足んなくなるのも、木材足んなくなるのちょっと嫌だったんで、こんな形にしてます。で、原木で横渡しするならここ原木なんですけど、今回はね、木材で横渡ししちゃいますね。で結構マインクラフト建物建てらんないとかで、ね、始めらんない人とかもいるかもしれないんでね、ぜひ、こんな感じで建物建てればすぐにできるよっていう形ができればなと思ってます。で、屋根ですね。屋根はもう三角屋根を、一段かぶせるように作って、裏側にね、裏打ちをしてもらえれば、これで一辺完成なんで、これを、両脇からね、寄せていく感じですかね。で、上に上げていってもらえればいいかなと思います。で、本当はね、もう土とか持ってくればよかったんですけど、普段はね、多分土とかで仮ブロック作って上に乗ってもらえれば、すぐにこの上の階も屋根引けるかなと思うので、この同じようにね、寄せていっていただければいいなと思います。で、この辺りですね、外から見ると間空いちゃうんで、ここを木材で埋めてもらえば、外から見てもね、空いている家にはならないんでいいかなと思います。で、埋めてもらったらもう一回ね、寄せてもらうと、あと1マスってとこまで行くと思うので、はい。なので、最後ね、逆階段で閉じる感じですかね。これでほぼほぼもう家なんですよ。もうね、右側にある家とほとんど変わんない形ですよね。で、あとは、屋根のてっぺんですね。てっぺんは好みだと思うんですけどね。私はちょっと高さがね、ペタンってなってるのが、ちょっとあれなんで、
1マスだけ、半マスか、ハーフブロックでね、こう蓋をして終わるって感じですね。結構ね、屋根の中にも光源入れたりもするんでね、ハーフが生きてきたりするんですね。はい。で、最後、天井を張って終わりですね。で、結構簡単ですよね。こんな感じで、1軒 5×5 は立っちゃいます。なのでね、結構こう、家作るの苦手だからとか、どうやって建てていいからわかんないからマイクラ難しいよねっていう人はね、ぜひ、こんな感じの家でもね、こう、いろいろこうバリエーション作れるんでね、作ってみてもらえたらなと思います。で、こう、さっきね、窓を柵で入れようかなって言ってたんで、ちょっと柵とドアを作って、はい。これでほぼ完成かな。あとはあれですね、床を引いて終わりですね。で、パート1から普段作ってるとこね、見ていただいてる人はご存知かと思うんですけど、結構ね、ここハーフで作って下に光源埋めたりするんですけど、こんな感じで中にろうそくでも置いておけば湧かないんでね、あの広さだったら。こんな感じで家は1軒建っちゃいます。はい、これで完成ですね。で、原木をね、1本入れるだけで右側のパート1に建てた時の建物のようにもなりますし、周り縁取りすると上側ですね、2階部分のあんな形にもなりますし、幅をね広く取ると宿泊施設みたいなね、屋根の高いものができるんで、上潰してあげたりとかね、そんなんでだいぶいろんな形に作れるんで、これさえできれば建物いろいろ作れるかなと思います。入りも屋根もね作れると思います。そしたら早速そうですね、建物行きましょうかね。で、建物紹介はもうパート10でやってるんで、もし細かいのを見たかったらパート10見ていただければなと思います。なんとなくそうですね、自己紹介とかも今まであまりしてなかったんでね、自己紹介しながら、見てもらえればなと思うんですけど、パート1ですね、これ、前、パート1見るとね、こんな広くないんで、どこが変わったんだとかあると思うんですけど、パート10を見ていただければ、なんとなく、いろいろね、頭おかしいことやってるんで、移動したりとかね。はい。で、そうですね、軽く自己紹介すると、ノンビッセンっていう名前で、いろいろゲームやってます。で、フォートナイトだったりとかもやってるんですけどね、フォートナイトも結構こう建築苦手でっていう人が多かったりするんで、もうマイクグラフトもね、こう建築苦手だっていう人がもしこういて、作るの大変なんだよねとかあったらね、こう最初の建築の仕方なんかね参考にして一回チャレンジしてもらえると面白いかなって思います。で、名前の由来なんですけどね、もともとガディウスとかラグナルクオンラインとか MMORPG でビッセンっていう名前で活動してました。でね、月日が経ち、またね、こうゲームとかやったみたいなって時に、名前がね、使えなくて、で、リアルでもね、結構ノンさんって呼ばれることがあるんで、ノンっていうのを頭につけて、今、ノンビッセンで活動してます。なので気軽にね、ノンさんって呼んでもらえればいいかなと思いますし、ゲームチャンネルも、ノンさんのゲームチャンネルなんでね、ただ自分であまりね、さん付けすんのもあれなんで、自己紹介とかでね、ノンさんですはあんま言わないかなと思うんですけど、気軽にノンさんって呼んでもらえればなと思います。で、ここがパート3ですね。未だにね、ダイヤ、パート10でもちょっと言ったんですけど、上の階層でね、ダイヤが出ちゃうんで、なかなか下行かないんですよね。ちょっとね、下も掘っていきたいんですけど、下の分のね、レールとかも作って、下でダイヤ集めるのもいいかなと思うんですけど、あの階層実はね、ダイヤも出るし、金も出るし、鉄も出るし、なんだったら石炭も出るし、レッドストーンも出るし、いろんな鉱石が出るんでね、結構こう、0から10の間の2階層はおすすめかもしれませんね。
で、釣り堀ですね。ここ、そう、マインクラフトはね、できれば、早めに釣りができるところを用意するといいかもしれないですね。普通の釣り竿は、木の棒と糸でできるはずなんで、雲とか倒せばできますし、で、釣り竿がね、1本できちゃうと、ひたすら昼間釣りしてるだけで、いい釣り竿が釣れるんですよ。で、そうすると、今度ね、本とかエンチャント本って言って、こう、効果がつけられる本が釣れたりとか、まあ、釣りはね、本当にお世話になるんで、もし、書道、5×5 のちっちゃい家建てて、ベッドを置いて、作業台を置いて、ができたら、釣りなんかしてね、こう、魚も食料になるんでね、今ちょうどスロットに入ってますけど、焼いたタラですね。ご飯にもなるんで、まあ、書道、もし、あれですね、ベッドとか、あと食べ物とか、まあもちろんベッド作るのに多分ね、こう、何匹か殺生すると思うんですけど、まあそれ以外にあまりこう、ね、動物とか殺めたくないっていう人は、魚釣りなんかしてね、いっぱい魚集めるのもいいかなと思いますね。はい。で、まあ2階建ての建物とかもね、結構こう、中をこだわり始めると、マイクラって何でもできるんでね、こう、ブロックの世界とはいえ、結構何でも作れるんで、まずは一軒こう、家を建ててもらってね、で、そこからこう、大きい家建ててみたいのをやってみてもらえると楽しめるかなって思います。で、今回、そうですね、装置系もあまり、実はレッドストーンの装置をあまり作る予定はなくてですね、まあ、旅立ち編ということもあって、次のパート20くらいまではあまり複雑な装置を作るつもりはないんでね、よかったらそれも参考にしてもらえるといいかなと思います。結構ホッパーとかボタンとかだけで作れるような装置を作ってるんでね、なんかレッドストーン使ってこう回路を使って遅延させてみたいな、そんな難しいことをしてないんで、おそらくね、材料さえあれば作れるかなと思うんで、ぜひぜひ作ってみてください。ここ植林場ですね。この先、実はパート10でサボテン作ってますね。ああいうね、なんか勝手に集まるような、そんな装置をしばらくは作っていこうかなと思います。まあ将来的にね、ちょっとネザーとか行って、レッドストーンの回路を使うような装置が作れるようになったらね、レッドストーンの装置とかも作っていこうかなと思うんですけど、まあ、あれですね、まだまだ私自身も1年もやってないんでね、初心者、もう全然初心者だと思うんで、まだ始めてない人たちと一緒に楽しんでいけるような、そんな動画にしていけたらなと思います。いずれはね、ちょっと大きい建物とかも、お城とかね、ドーンと建てたいんですけどね。で、まあ、お城を建てる時とかもそうなんですけど、この農家の屋根とか入り母屋根って言って、初めに紹介した三角屋根の下の部分が4方向からこう詰めていく感じの屋根になってるんですよね。で、和風建築になると今度反りとかをね表現したりもするんで、またねこう違った屋根とか作ってお見せできたらいいなと思っています。まあ書道で本当は植林場とかこういうね食物先に育てなきゃいけなかったんですけど、なんかしないですけどパート9ぐらいまで引きずりましたね。鉱石でブランチマイニングを先に優先したがために、なんか工業区みたいなところが先にできていくっていう、なんか順番むちゃくちゃな感じになりましたけど、こんな感じでね、村ができてきたので、次パート11からはですね、村人を移動させて、まあ、村を発展させていこうかなって思ってます。最後ね、ちょっと懐かしい写真残ってたんでね、昔こんなんだったよっていうのを見ながらね、お別れしたいと思います。そしたらまたね、こういう特別版、パート20終わったぐらいかな、出したいと思いますので、応援していただけたら嬉しいです。はい。
そういうわけで、よかったらね、チャンネル登録、高評価していただいて、末永く応援していただけると、ね、一緒に頑張っていけるかなと思います。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。またね、ぜひ遊びに来てください。それでは。